こんにちは、メイです。前回の 6×6 の住民の部屋ナチュラルインテリア編に引き続き、今回はクールな住民のお部屋5選やっていきます。たくさんの方に見ていただけてすごく嬉しいです。今回ももちろん全部屋スピードビルド付き。前回と同じでこのようなポイントを押さえながら作りました。1、住民が不自由なく通れること。2、生活感を大事に。3、アレンジをしやすく。この3つを意識して作りました。他のテーマもやってほしいとのリクエストもいただいたので、次回以降やっていきます。それでは本編へどうぞ。クールな部屋1つ目は、趣味がキラリと光る部屋です。部屋全体を暗めな色で統一し、黒、グレー、ダークウッドを使用しています。重めな色を使いながらもウッド系の壁紙にすることによって温かみを出しています。床の色をグレーにすることで黒い家具の重さを軽減させなじませます。キッチンエリアはグレーやシルバーで統一させ、洗練された印象を残します。他のエリアにも馴染むようにキッチンの手前側に黒を多めに配置。グレーからだんだん濃い色の黒にすることにより、部屋でグラデーションを作るとさらに色同士の馴染みが良くなるのでおすすめです。趣味のスペースはアレンジがしやすいと思います。音楽の代わりに読書スペースやトレーニングスペースなどもおすすめです。もしこの場所をアレンジするときは部屋の色に合わせるとまとまります。部屋の奥の窓はマイデザインを使わないバージョンも紹介しています。気になる方はぜひスピードビルドをご覧ください。2つ目の部屋は服好きな人の部屋です。先ほどと似ているのですが、壁と床の色を逆にしました。ライトグレーを壁紙に採用しているので、先ほどの部屋よりも少し明るい印象ですね。そしてこの部屋最大の特徴はレンガを使用していることです。ブルックリンスタイルというインテリアで、レンガ、コンクリート、ヴィンテージウッド、黒い鉄骨を使用しているのが特徴です。詳しくは他の動画で解説しているので、ご興味がある方はそちらもご覧ください。おしゃれ好きな住民のために見せるウォークインクローゼットを部屋半分に作り、間接照明を多用することによりおしゃれな雰囲気を醸し出します。部屋の後方にはお気に入りの靴が飾ってあり、ここにないものは収納にある設定です。アレンジを加えるとしたら、テレビ下のレンガを他のローテーブルにしたり、完全に撤去しサイドテーブルを置いてもいいかもしれないですね。服好きな方におすすめのインテリアです。3つ目の部屋は奥にフォーカルポイントのある部屋です。中央に壁を作ることで部屋を分け、それぞれのエリアにあまり干渉しないようにしています。檻の部分は木製ウォールパーテーションに変えることもでき、そちらのバージョンもスピードビルドで紹介しています。個人的には檻より木製パーテーションの方が好きですが、いつも同じなのでこちらを採用しています。部屋の一番奥にキッチンやドアをつけることによりフォーカルポイントを作り、右側に少しだけ奥行きを感じるようにしています。中央にある椅子とテーブルをくっつけていますが、椅子が両側から座れるボックスソファーなのでマスの節約になります。部屋作りをしているとき、部屋の南側が一番悩むところですが、なるべく背の低いものを、もしくは半マスの家具を飾ると圧迫感が減ります。何にするか迷った時はこの2つを意識してみるとアイデアが浮かんでくるかもしれません。キッチン側はこのように通れるようになっていて、中央はあえて透けない家具を使うことにより部屋をしっかり分け、奥のドア側からのプライバシーを守ります。ベッドを広く使いたい方におすすめの部屋です。4つ目の部屋は縦ラインを強調した部屋です。視点を横にすればしっかりと区切られた空間を感じることができ、正面から見たときは部屋の奥までしっかりと見えるので少しだけ広く感じます。そして部屋を大きく真ん中で分けて床の色も分けているのも特徴です。左は前面に温かみを出し、右は無機質な感じを前面に出しています。
左側にウッド系の家具と観葉植物を取り入れ、暖かさを強調していますが、黒系の家具を多めに取り入れることによって右側とのバランスをとっています。左側がごちゃっとした印象なので、右側にはあんまり物を置かないようにして、すっきりとさせることで、これもまた部屋全体でバランスをとります。2つ目の部屋と同じブルックリンスタイルですが、部屋の一番奥に窓があること、縦ラインを強調していることで、こちらの方がより広く見えますね。縦ラインを強調というのは、正面から見た時に横並びの家具が少ないという意味です。部屋を広くかっこよく見せたい方におすすめの部屋です。最後の部屋はホテルライクな大人な部屋です。バーカウンターを作ることで大人な雰囲気を醸し出し、夜景を見ながら一杯引っ掛ける、そんなことがしたい大人の方へおすすめの部屋です。まず部屋全体を暗くし、暗くした分だけ間接照明をつけます。間接照明があるだけでかなり高級感を演出できます。詳しくはしずえちゃんの動画で解説をしているので、知りたい方はぜひご覧ください。部屋を暗くすることで夜景の壁が強調され、タワーマンションのような雰囲気を出せます。この部屋のおすすめスポットは、一人でくつろぐ個室のような空間と、夜景を見ながらしっぽりくつろぐカウンターです。あえてお酒が置いてある場所からバーカウンターを遠くすることで、部屋の狭さをカバーしつつおしゃれに決まります。高級感を出すために重厚感のあるカラーを使っているところもポイントです。住民宅をホテルにしたい方にもおすすめのレイアウトです。6×6 の住民用クールなお部屋特集はいかがだったでしょうか。こちらのテーマの方が得意なので作っていて大変でしたが楽しかったです。クールなお部屋を作ってみたいと思った方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。各部屋のスピードビルドをこの後につけたので、気になるお部屋をぜひチェックしてくださいね。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。